はい、皆さんこんにちは、りんです。今回はですね、考察動画になります。ちょっと久々の考察になってしまって申し訳ないですが、以前紹介したトリガーリサーチの考察になります。で、今回なんですけども、ちょっと壮大すぎて、ツイッターではね、言ったんですけど、3パートぐらいに分ける予定です。はい。で、まずですね、1パート、2パート、3パートで今考えている構成が最初、このパートではグリムの正体と4年生についてをお話しして、で次ディアソムニア考察で3パート目で一気にまとめっていう感じになりますので、いろいろとね、今回だけだとあれはこれはっていうのが出てくると思うんですけど、次のパートでどんどん紐解いていくので気長に待っていただければなと思います。よろしくお願いします。では早速始めていきます。で、今回グリムの正体と4年生についてなんですけども、全てつながる物語ということで3パートまで続けていきたいと思います。で、まずこのパートでの仮説が2つありまして、まず仮説1、4年生はグリムの呪いの巻き添えとなり、月日が経って人らしさを失っている状態ではないかという仮説と、あと仮説2なんですけど、レオナとグリムの関係、なんでレオナなのかっていうところを説明していければなと思います。あとプロローグとありますが、監督生がね一体何なのかっていうのもね少し触れられればって感じですかねということですのでお願いいたします。では仮説1から説明していきます。まず仮説1で4年生はグリムの呪いの巻き添えになっているのではないかなんですけども、私はグリムは美女と野獣のビーストかなっていう風に仮説を立てています。で、グリムについてはね、正直難解でいろんな説が上がってると思います。4年生の存在を置いてきぼりにせずに、ディズニー作品で関連性が一番ありそうなのは美女と野獣かなという風に思っています。あと鏡の間のバラの模様も気になっていたり、でさらにね、こちらパート2でお話しする予定なんですけど、マレフィセントの世界にもつながったりするので、この考察最後までご覧いただければと思います。はい。で、美女と野獣ですが、ディズニーアニメの映画と、あと実写版の映画がありまして、あともう一つ本になるんですけども、ディズニーの出版でみんなが知らない美女と野獣という本があります。で、私は特にその本の方で引っ張ってきてるんじゃないかなっていうふうに思っています。で、なぜグリムがビーストではないかなと考えるのは、まず性格と特徴で、全作品共通なんですけども、まずわがままな性格とで優しさがないっていうふうに言われていて、あと青い瞳はずっと変わらないっていうふうには書かれてるんですけど、グリムの特徴でもあるかなっていうのがまずありまして、で本の中にですね、詳しく王子の生い立ちが書いてあります。で、王子は幼い頃に両親を亡くした孤児であって、そのために周りがね情けをかけすぎて甘やかしすぎてあのようなわがままな性格になってしまったっていう風に描写があるんですね。で、また本の中にもありますし、あと全作品共通なんですけども、呪いによって人々の記憶が消されているっていう前提なんですね。だからビーストとかその当事者物に変えられちゃった呪いをかかってる人たち以外の記憶はもう村の人々も忘れ去っている。で、それがガストン、そのガストンもその影響を受けているっていう風にされているので、美女と野獣でね忘れちゃいけないのはバルガス先生だと思うんですけど、ガストンがモチーフじゃないかって言われてるので、でもあまりにも何も反応しないというか、それは記憶がもう忘れ去られているからなのかなっていうふうに思っていて、あと記憶がないので誰も4年生について触れないのではなくて、そもそも記憶がないっていう状態になってしまっているのかなっていうふうに私は思いました。第4章でねグリムの家族について、ホリデーのお話でグリムの家族について聞く選択肢があるんですけども、そこではグリムはよく覚えてねえんだぞって、よく覚えてなくて、ですげえ寒いところで、ずっと誰かが迎えに来るのを待ってたようなっていう発言がありまして、で美女と野獣の舞台の季節も冬になるので、そういったところでもしかしたら関連性はあるのかなっていうふうに思ったりしています。随所随所ね散りばめられてるんですけど、これグリムが頭があんまり良くないのかちょっとよくわかんないんですけど、たまにそんな簡単なやつ
わかんないみたいな時あるんですよ。身分みたいな、それわかんないみたいな時があって、なんか人間らしさが失われていく表現かなとか思ったり個人的にはしています。で式典でね暴れるグリムだったんですけども、なんか式典服を最初ね奪おうとしていて、グリム式典服着る必要あるって思ったんですけど、それもやっぱ人間であろうとするあがきかなとかで、結構式典で暴れてしまうんですけど、美女と野獣のビーストって自分がどんどん人間らしさが失われていく中ですごく自分自身に恐怖心を抱いていて、そういった時になんか家具をねなんかバーンって投げたりとか、物を投げたりとかうわーってなってすごい自暴自棄になってしまうシーンがあるんですけども、そういったところの表現でもあったのかなって思ったりで、その主人公の選択肢もなんかちょっとかわいそうとか、なんであんなに必死なんだろうみたいな選択肢があって、そういったあがいてる姿がより表現されているかなっていうふうにも考えてみました。はい、そして呪いについてなんですけども、よく知られてるであろうね映画のお話と本のあらすじって筋は一緒なんですけども、本の方では明確に期限がありまして、21歳の誕生日までに真実の愛を見つけなければかけられた魔法が解けることはないとされていて、で映画の中ではねバラの花びらが、全て落ちるまでにっていう風にされるっていうところが違うかなというところですね。おそらく21歳ってアメリカの成人年齢だとは思うんですけども、その明確な期限がまずあって、で21歳までに何とかしなきゃいけないっていうところがとっても強く言われています。で本の中ではねもっとダークで映画みたいな賑やかさはないんですね。映画ではそのものになっちゃった人たちもまだ自由に動いて歌ったり踊ったりするんですけど、本の中ではもうほとんど動けなくて人らしさがもうないような状態で描写が書かれていますので、もうほとんども物で、もう本当誰がどう見ても物っていうか人間らしさがもうない状態という風にされています。映画の方ではベルにね、ヒロインのベルに会って、王子の傲慢なわがままな性格も改善されていって、最後は愛されてハッピーエンドっていう風になるんですけども、本の中では3人の女性と恋をしています。でそして最初と2人目のヒロインとの恋は失敗に終わっております。で失敗の理由はヒロインは王子を愛してたけど王子が愛していなかったっていうのが理由っていう風に書かれてはいます。なので、3回目のベルで報われるといった形になります、本の中でね。そして1回目と2回目はまだ人間の姿をしてるっていう風に本ではされてるんですね。ちょっとだんだん人間らしさが失われていて、2回目は特にちょっと形相がおかしかったりとか、すごい老けたように年取ったように見えたりとかっていうような描写があるんですけど、まだ人間でした。で3回目のベルと出会う時に獣の姿になっているっていう風になってます。なので私トリガー考察の方で1回目2回目ってグリムの認識なかったのかなっていう風に言ってるんですけど、もしかしたら姿が違ったのかもしれないかなってちょっと考えています。はい、であと本の中にねビーストが住んでるねお屋敷には神話に出てくる怪物の置物がたくさんあるっていう風にあって、でその像がね頭はワシ、尾はヘビ、ライオンのような胴とっていう風な描写があって、まさしくキメラなんですね。でビーストはいつもそれに怯えてて、なんか今にも襲ってきそうとか自分もそうなってしまうのではないかっていうのですごくそれを見るたびに怖がってるんですね。で映画の中でも魔獣をかたどったガーゴイルとか置物っていうのがお屋敷の中にいっぱい実写版でもアニメの方でも描かれているので、チュートリアルに出てくる怪物もキメラのようで、自分が恐れている姿になっていく恐怖っていうか、そういったところにすごく関連性を感じています。黒い石なんですけども、呪いの進行とかを表してるのかなっていうふうにも思ったりしてます。完全体がキメラなのかなっていうふうにちょっと考えてます。はい、続いてですね、呪いをかけられたタイミングとあとレオナさんとの関係についてお話ししようと思います。まずね、私が考えてる頭の中のね、ちょっと何でしょう、グレードリストっていうか、どうなってるのかなっていうのをまず説明したいかなと思います。で、私はレオナさんって
なんか今の3年生と実は同級生かなって思ってます。なんかあまりにみんなのことよく知ってるなと思ったりですかね。で周りは記憶操作がかかってて、だけどレオナさんだけ記憶があって時間が動くから、なんか変な、自分だけ時は進んでるけど周りが進んでないから、なんか周りにはその変な感じで変なねじれが起きてて、それがなんか留年っていうカウントになってるのかなっていう風に考えてます。でね、これちょっとぶっ飛んだ考え方になるかもしれないんですけども、私実はグリムは4年生でレオナと同い年なんだけど飛び級生だったのかなって考えてます。単純にトレイ先輩がね言ってたことを拾いたいっていうだけなんですけど、あそこでね第一章でトレイ先輩がねわざわざ飛び級ありの学校って説明してくれてるのに、誰もその制度を使ってないのもなって思って、実はいたんじゃないかなって思ってるんです。でね、もし飛び級生じゃなくっても3年生だったで、それで性格だから、パーティーにねその4年生だけの卒業パーティーに乱入してもおかしくないかなとか思ってるんですけど、ね、そしたら式典に侵入っていうストーリーはねできてくるので、でもトレイ先輩の言葉を回収したいのでで実際のモチーフもねビーストだったら王子様もね国を動かせるだけの力があってね、孤児であるのでね実質的には王様なんですね。モチーフ的にも実力はある方なのかなっていうふうに考えて、飛び級の4年生でレオナと同い年だったんじゃないかなっていうふうに私は思ってます。私がねレオナさん留年してないんじゃないかなって思うのが、その実験技のストーリーで声替え薬4年生でも作るの難しいとか、卒業試験でも出たような難しい薬品をね、一瞬で作るっていうね実力は持ってるんだなっていうのはもうストーリーで分かったので、あそこまで言っててやらないかね分かんないけど、それもね人間だったグリムに教えてもらったとかっていうストーリーがあってほしいなってただの願いなんですけどただの私の願いなんですけど、実力は本当に4年生になれるっていうか卒業できるぐらいの実力っていうのは持っている。意外にふつふつとその留年してるって周りに言われてますけど、もうグーの音も出ないのか分かんないですけど、言われてる割には見事に何も言わない。それについて本当見事に何も言わなくて、なんかあるんじゃないかなってちょっと思ったりしています。レオナのね年齢も伏線として引かれてるのではないかなって私仮定してて、そうすると本当に時間がないです。もう21歳の誕生日までに真実の愛を見つけないと、あるいは呪いをね解く鍵を見つけないといけないことになります。おそらくなんですけど、美女と野獣の世界が雪景色が綺麗な冬なので、おそらくグリムの誕生日は冬じゃないかなっていうふうに仮定していて、そうすれば年越した後のね、今年越してますけど、その越した後の9月以降10月11月12月1月とまだねちょっと猶予はあるんですけど、その時にどうにかしないとですよね。呪いのタイミングなんですけども、私がね家庭っていうか考えてるのが4年生だけの卒業パーティー、いわゆるプロムですよね。その時かなっていうふうに思います。美女と野獣の呪われるシーンっていうのも、武道会を開いている時のみんなでパーティー開いてる時に魔女がね訪ねてきて、老婆が訪ねてきてちょっと雨宿りさせてくださいってしのがせてくださいって言うんだけど、それをみんなの前でけなして王子がね帰らそうとするので、それで性格を改めなさいということでバラを渡されて呪われちゃうんですけど、だから何らかのパーティーだと思うんですよね。しかも4年生だけって限定ってなると、その限定されたメンバーの、催しがあった時にガッて一気に呪われたのかなっていうふうに思ったりしてます。3年生たち3年生から下1年2年3年とあとグリムも一緒に落ちちゃう時は、多分グリムが呪いが進行してビースト化して、でその時に4年生がいない時のみんなが集まる時ってなんだろうって考えたんですけど、海外だと結構その在学生で終了っていうか楽器が終わって年度が終わってお疲れ様パーティーみたいなのをやったりするんですよ。先生とかも交えて、敷地が広いとこだと特にそこでもう校庭でなんかちょっと
やったりとかっていうのもあったりするので、そういったお疲れ様パーティーの時にビースト化してみんなガンって落ちたのかなっていうふうに考えてはいます。そうすればタイミング的にはバッチリなんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、どうですかねはいっていう感じですね。続いてどうしてレオナなのかなんですけども、私はねレオナさんはきっとみんなの記憶を呼び覚ます鍵になるのではないかというふうに考えています。どうしてなのかというところなんですけども、まずライオンキングのストーリーをね考えてみて、レオナさんがライオンキングのストーリーそのものっていう捉え方もあるかなっていうふうに思ったんですね。でライオンキングっていうのは、ディズニーアニメの映画と、実写版作品として発表されてますけど、まずね命の輪が大きなテーマになってきてます。で特に実写版なんですけど、ティモンとプンバがね、ハナマタがね語ってることがすごい大事かなと思ってて、でそこのところのシーンにね、セリフになんか悪いことが起きたら取り返しがつかないと思ってる、だけど未来は変えられるっていうようなやり取りがすごいされるんですね。でライオンキングの全体のストーリー軸っていうか、ストーリー自体は起きてしまった最悪な事態を乗り越えて最終的に朽ち果てた王国に未来を与えるっていうお話なんですよ。そういったところからなんかすごいキャラクターというかモチーフとかストーリー的にもすごくすんなり入っていけるかなっていうふうに考えていて、でどうしてねレオナがもう記憶をね戻してるんじゃないかっていうふうに考えたかというと、第2章のお話でね近くに合ってるんですけど、まずこれスカー自身ではないんですが、ストーリーを考えると、シンバがねムファサにお前は誰か思い出せっていう風に言われるシーンがあるんですね。でそれがきっかけとなって、僕は誰か思い出したって言って王国に戻って朽ち果てた王国を立て直すっていうようなストーリーになります。第2章の最後に、保健室のベッドの上でねチェカ君に会って、チェカ君を通してそれが起こっていたのかなっていう風に、遠回しですけど考えてもいいかなって思ってます。チェカ君は実はその現実世界との架け橋みたいな役割をその時していて、自分が誰か思い出して周りに影響を与え始めてるのかなって思ったりで、もしかしてレオナさんが一番最初に治療室から起きた人なのかなって思ったりしている次第でございます。はい、そしてねライオンキングと美女と野獣の関連性なんですけど、ですね、実は実写版のライオンキングの方にティモンとプンバーがそのハイエナの気を引くために踊りになるシーンがあるんですけど、そこで美女と野獣の中の歌、一人ぼっちの晩餐会をティモンがね口ずさむんですよこれディズニーだからできることですけど、本当にこれは見て聞いてほしいんですけど、あれです、ろうそくのルミエールが歌う歌ですね。で一瞬なんですけど、ライオンキングの中にその美女と野獣の要素がね取り込まれてるんですよ。本当にこれ見て聞いてほしいので、そういった線を引っ張ってくれば、そこで関連性がもう生まれててもいいかなって思ったり、そこをモチーフとして取ってきてレオナさんとねグリムさんの関係をくっつけてもいいのかなって思ったりして、であとレオナさんが21歳までに未来を何とかしたいって行動を取ること自体は、ディズニー作品からモチーフとして引っ張ってくることもできるかなっていうふうに考えました。でさらにね私が第2章とかレオナさんに目をつけたって変ですけど理由なんですけど、第2章だけ監督生がプリンセスの経験をしてないんですね。第1章はアリスとしてバラの色塗りをしたりとか、何でもない日のパーティーに出席したりとかしてました。第3章では契約を結ばされて3日後の日没までっていうアリエルと同じ条件で、しかもレオナの協力を煽るために大声で叫び続けて声が枯れてるとかありましたよね。それってアリエルが声を奪われたのとかけてるのかなって思ったりとか、あと第4章ではアラジンの言葉でもあるんですけど、カリムにね俺を信じろって言われて魔法の絨毯に乗るっていうジャスミンの経験があったんですけど、他にもね細かく見ると散りばめられてたりはあるんですけど、今挙げたのが一番わかりやすいかなと思います。で第2章ではライオンキングのヒロインって言ったらナラなんですけど、あるいはね主人公だったらシンバなんですけど、ナラだったりシンバだったりっていうような誰かのキャラクターに変わるような行動が監督生ってなかったように思います。シンバ自体は出てきちゃうしね、チェガ君主人公の座はもう奪われてるし、なんかその監督生が見事に
何者でもないというか、肝心なマジフトのね本戦っていうか本番もね、なんか余興の時点でなんか頭打って結局保健室に運ばれて何も見てないし、肝心なとこ全部見落としてるし、なんか本当に主人公っていうか監督生が何者でもない回だったんですね、第2章って。なんかそれもあって、なんか他と違うなってすごく思うんですね。他のストーリーと違うって思ってるので、絶対何かあると思うんですよ絶対何かあると思うんですよね。はい、ということでね、一応今回のパートはここで終わりになるんですけど、あとここでねまだね説明しきれてないことはあります。はい、そちらは次のパートでねお話ししようと思ってるので、先ほどね監督生がねベルの可能性がある匂わせをしましたが、夢の話とか過去とか未来とか異世界とか鏡とかさ、はいベルちゃんだねって、はい監督生ベルちゃんだね、ハッピーエンドちゃんちゃんって終わらないと思うんです。当てはあります。あの子の要素もあるかなっていう当てがあるんです。でもそれを当てにすると一筋縄ではいかなくなっちゃうんですよベルちゃんでいてくれた方がちゃんちゃんってハッピーエンドで終わるんですけど、ちょっとねそれだけだと物足りないというか、まだあれはこれはそれはっていうのがたくさんあって、ベルちゃんだけだとうまくいかないなっていうところは私あると思うんですね。で当てをね、あれですよね、誰が呪いをかけたんだろうとかね、時空ってとか落ちるとか何とかさ、きっと影が見えてくるんじゃないかな。